から4点、ございます。電子処方箋システムの一斉点検の実施についてでございます。電子処方箋につきまして、医療機関や薬局におきます設定誤りにより、電子処方箋を受ける薬局側のシステムで、医師の処方と異なる医薬品名が表示される事例が本日までに7件報告されております。このため、医師の意図と異なる医薬品の処方を防ぐために、医療機関や薬局、システムベンダーの皆様に対してシステムの点検を依頼したところでございます。合わせて本日から24日までの5日間、医療機関からの電子処方箋の発行を停止することとし、本日8時より停止をしております。医療機関、薬局、システムベンダーの皆様におかれましては、電子処方箋の設定が正しく行われていることを確認していただき、厚生労働省へ迅速かつ確実にご報告いただくようにお願いをいたします。続きまして、令和7年度薬価改定についてでございます。薬価調査の結果や薬価改定については今月4日に公表いたしました薬価調査の結果や中央社会保険医療協議会での議論も踏まえまして、本日改定の内容について官房長官及び財務大臣と合意をいたしました。改定の対象範囲につきましては、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給確保の要請にきめ細かく対応する観点から、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定することといたしました。具体的には、平均乖離率 5.2% を基準といたしまして、新薬創出加算の対象品目と後発医薬品についてはその 1.0 倍、新規創出等加算の対象品目以外の新薬についてはその 0.75 倍、長期収載品はその 0.5 倍、その他の医薬品はその 1.0 倍をそれぞれ超える医薬品を改定対象といたしました。同時に薬価改定基準の適用についても、創薬イノベーションの推進の観点から、追加承認品目等に対する加算を臨時的に実施いたしますほか、安定供給確保が特に求められる医薬品に対して、臨時的に不採算品再算定を実施するとともに、最低薬価を引き上げることといたしました。合わせて今回の改定に伴い、新薬創出加算の累積額については控除することといたしました。今後、この3大臣での合意を踏まえまして、中医協においてさらに具体的な議論を行うこととしております。本日の中医協後には、事務方からブリーフィングを行いますので、詳細はそちらでお尋ねをいただければと思います。3点目、地方版政労使会議の開催についてであります。賃上げの強力な流れが地方にも波及いたしますよう、賃金引き上げに向けた取り組みを主たるテーマとして、都道府県と労使代表者らが集まって協議する地方版政労使会議を来週23日月曜日からスタートさせます。23日には一番手といたしまして、岐阜県で開催をされます。当日は古田はじめ岐阜県知事など政労使のトップが集いまして、賃上げや価格転嫁等の取引適正化に向けた機運の情勢について話が行われる予定でございます。厚生労働省といたしましては、これを皮切りに全国の都道府県において来年の1月、2月を中心に順次開催をいたしまして、各地域における賃金引き上げの機運醸成に強力に取り組んでいきたいと考えております。また、防災立国推進閣僚会議についてでございます。先ほど石破総理をトップとする防災立国推進閣僚会議が開催されまして、人命最優先の防災立国を早急に構築するために、令和6年能登半島地震の教訓を踏まえた災害対応の強化や、令和8年度からの防災庁設置を見据えた政府の組織体制強化に向け、関係行政機関の緊密な連携を確保し、その効果的かつ総合的な推進を図ることについて確認がなされたところでございます。私からは厚生労働省として、災害から国民の命や健康を守るために、能登半島地震における対応を踏まえ、保健、医療、福祉の各チーム間の連携強化や、施設の防災・減災に取り組んでいくことについてご報告をさせていただきました。冒頭発言は以上でございます。